こんちは。ギルクエソロの旅、パート16やっていきます。今回は、リベクエ装備なしでラー討伐企画のチャージアックス編だよ。もともとやるつもりではあったのですが、ちょうどリクエストいただいたので、やってみます。ラージャンに対してのチャークの相性は、可もなく不可もなくって感じかな。スタンが取れるわけでもなく、GP 空室が決まりまくるわけでもありません。ただ、極限を解除する能力は高いから、そこは救いだね。モーション値が比較的高く、榴弾瓶であれば無効化されませんね。で、武器に関しては、みんな大好き、破弾風ネエンカムだよ。極限強化時の倍率は、なんと360もあります。発掘の最高倍率よりも高いね。榴弾瓶の威力は武器倍率に依存するので、瓶火力は全チャーク最強になります。TA とかでは定番の武器だな。さ、装備はこれで完成ですね。総中魂と同じくウカウカウベースです。スキルはこんな感じ。心眼採用で快適性を重視しつつ、できる限りの火力を取りに行ったよ。お守りはスロ3だけ利用しますが、割とまともなスキル組めましたね。地味だけど、前回とは別の女王を使ってみた。ではやっていきましょう。受けるのは当然ラージャン一等クエです。このクエストマジで出番多いな。育ててよかったわ。なんなら動画外でもよく回してますしね。適当に掘りたいときちょうどいいんですよ。ぶっちゃけ時間効率的にはそんなに良くないけどね。あと、アギトでゴール武器来ても反応に困るから、どうしようって思ってる。それはゴール武器引いてから心配してください。よしやってくか。まずは耳栓を決めるぜ。応急飲むの面倒ですが、耳栓つけるとスキル幅かなり狭くなるんですよね。ウカウカは耳栓と縁がないからな。お守り次第になっちゃうね。応急耳栓に頼る以上は、方向もしっかり対処しないといけません。3回しか使えないからね。あくまで保険で方向に手を出したりは基本できないよ。では、まず瓶を貯めていきましょう。最初は解除値が低いんで、上質まで見越して黄色で縦強化してるよ。まあ、そうそう打てるもんではないな。ただ、クーネを使う以上は、根出か調質をいかに当てるかってとこあります。あ、これは早速チャンスかも、と思ったが、まだ1分経ってないから、調質はやりすぎか。クエスト開始1分間は解除できません。って言っても、何も外すことはないと思いますが。当たると思ったんや。むしろ、今のは調質のが良かったかもな。しかしながら、今度こそ大チャンスです。このゲーム最強の調質を食らえ。ナイス解除。これやるためにクーネ持ってるまであります。クーネの高攻撃力で切れ味が悪いってところが、調質を当てる点ではメリットになるんだよね。ヒットストップが軽いから、瓶までちゃんとヒットしやすい。当てたと思ったら、この部分で転倒して、瓶は全外しとかよくありますからね。振り下ろしの終わり際で当てれば、ヒットストップなしでフルヒット狙えるけど、毎回決めるのは結構難しいからな。フルヒットさせれば、一撃で極限解除も可能です。マルチではたまに見られましたね。正直、大剣4人でため切りすればいいから、ロマン全振りの行動ではあるけどな。打った後のチャークは戦力型落ちなわけだし。見てて爽快なのは間違いないですけどね。しかし、このラージャン戦、操作がちょっとおぼつかないな。日によって狩りのパフォーマンスは前後するのですが、この日は下振れてましたね。この動画では後半になるにつれて、立ち回り良くなっていきます。寒くなると特にアップダウンある気がする。やはり自律神経の乱れなのかな。ゲーマーとか在宅ワーカーにとっては、寒さって切実な問題だよな。毎年、今年の冬は暖かいとか聞きますけど、なんだかんだ12月中旬くらいからガチで冷え込みますね。10月とか11月は過ごしやすいから、そことの落差が激しいよな。我々は、暖房にサーキュレーターと加熱式の加湿器で対策しています。ヒーターよりは消費電力少ないですが、それでも冬の電気代は厳しいものがありますね。ガス代も上がるから、明細見て目ん玉飛び出そうになるぜ。1月と2月が今から大変不安です。で、またダメージ食らってるし、チャークは全く無理できないから回復しなきゃ。なんか調子の悪い時って、すべての行動がワンテンポ遅いんですよね。GP が出ないとか、単純な操作ミスもありますけど。アクションゲームは影響出るよね。いくらラージャンとはいえ、ギルクエ140は寝ぼけてできるもんじゃないし。チャークは、取るべき行動のパターンが多いので、
特に好不調が激しい気がします。んなこと言ってたら最強か。とにかく今できるベストを尽くすしかない。石が両方切れちゃってます。瓶貯める際はなるべく進撃が欲しいところです。瓶さえ貯めれば対象を使ってじっくり解除していけばいいね。ソロだと効果時間を買って対象にしてますけど、混出の後スキのリスクを軽減する意味で、チャークと対象は相性いいかもしれませんね。対象のダメージ軽減ってバカにならないからね。ど根性を消費することもなくなる。マルチがあった頃は蹴られないために盲信にしてたけど、ソロなら対象はおすすめだな。マルチは空気感や風潮が全てでしたからね。蹴られたと思ったら石変え忘れてたり。車の運転と似ているな。スピード出しても到着時間は数分しか変わらない。まあ、目先のスピードを追い求めると、事故や違反のリスクも上がりますからね。それなら、多少スピードは遅くても確実に到着する人間でありたいものだ。いい話風に言っても、同行者ペーパーなんで説得力がありませんよ。免許がゴールドなのは乗ってないだけ、あると思います。っていうか、討伐タイムを短くすることが結果的にリスクの軽減につながることもあります。攻撃は最大の防御って言いますし。自分で言い出しといてなんだけど、何の話だよこれ。ほんとだよ。この動画雑談しかしてないですよ。まあ、雑談しかしてないのはいつものことだが。そろそろ戦闘に触れるか。チャークは安全に行くなら、ノートを維持した方がいいと思う。攻撃を差し込む際には、抜刀変形切り、すぐ剣変形が安全でおすすめです。剣変形で終わっておけば、自動的に GP につながりますしね。難しいのは、抜刀状態でのローリングだね。距離次第では、見てからノートは間に合わない。ラートの距離によっては、3発目をフレーム回避か GP でしのぐこともあります。GP する場合は、急に反転して入力するので、操作が難しいです。瓶が溜まってれば混出か調出狙えるけど、なるべくひるみそうな時に絞った方がいいかな。チャーク自体の操作ももちろんだけど、ラージャンそのものへの慣れも必要だね。あ、移動ですね。ちょっぴり早めかな。解除したばかりでもったいないが、急いで追うぞ。にしても、切れ味は黄色までいっちゃいますね。ヒットストップがめちゃくちゃ軽いです。もちろん威力は下がるから、黄色まで行ったらさすがにとごうね。さあエリア2だ。ここは基本的に戦いやすいエリアですが、柱の裏に行かれると厄介です。なるべく広々したところで戦いましょう。TA で採用される崖上と違って、狭さが場所によって変わるからね。動きを予測しづらくなっちゃうんだよな。柱の裏に行った時に限って、こっちになかなか近づいてこなかったりするんですがね。で、我慢できずに追いかけて、場所が悪くて落ちるとこまでセットな。ラーの場合は、飛行ブレス連発とかたまにあるから、あれやられると精神ダメージがすごい。極限相手だと時間のロスは気になりますからね。移動中もカウントゴリゴリに進みますし。あ、2連ステップ、バックジャンプ来るか？来ませんでした。たまにこのパターンがありますね。これ、多分こっちの立ち位置が影響してるよな。単に確率かもしんないけど。こういう細かい仕様は、なかなか探しても出てきませんね。常にバクステ読みの行動をとってるから、違うことされると普通に困るんだよな。ステップ後のステップが一番危ないです。うわぁ、もう2回目の最極かよ。めちゃくちゃ早く感じるな。何気に耳栓も壊されちゃいました。方向の判定、ちゃんと顔付近から出てるんですよね。これがあるから、応急耳栓の持ち込みは切れません。瓶状況はいいから、あとは調出の隙をなるべくいただきたいところだ。高速攻撃かローリングが狙い目ですが。あ、高速来たね。いいぞ。素直なラージャンはいいですよ。お、しかもちょうど怒り解除した。これはベストなタイミング。怒り以降で、調出の隙をカバーできますね。極限解除は、とにかく瓶爆発を伴う攻撃を、どれだけ当てたかで速さが決まるね。混出と調出は、解除値をゴリッと削ることができます。極限の解除値はモンスターによって異なるんだけど、ラージャンは最も解除値が少ないんだよね。具体的な瓶の解除値はよく知らないんだけど、固定ダメージは相性良さそうだな。解除値については、通常の G 級クエストのものですが、多分、ギルクエでも傾向自体は変わらないでしょうね。チャークの榴弾瓶の解除値は、0.5 倍の補正がかかってるらしいですが、具体的に何にかかってるのかわからん。固定ダメージはダメージが解除値でいいのか？わかりませんが、
瓶の爆発が解除に大きく貢献していることは確かです。MH4G は全データ累計で1700時間くらいやってるけど、まだまだ詳しくないことがたくさんあるな。動画を始めてから公式ガイドブックを買ったので、何かあるとこれを読んで勉強しています。ファミ通のガイドブックはデータベースとして最強だね。ギルクエ周りの数値が載ってるのもいい。ネットで大体のことはわかりますが、細かい数値などは載ってないことが多いですね。ネックというと、1570ページあることくらいでしょうか。電子版で買ってはいるんだけど、少し古い本が画像データになっただけだから、検索性がめちゃくちゃ悪いんだよな。モニターで見ても文字小さいし。内容が濃いのが救いです。お、解除できた。順調だけど、それでも2分くらいかかってるか。ただ、調湿は結構当てられてます。体力は順調に削れてるはずです。全体防御率75で計算すると、4瓶でも1000近いダメージ入ってるね。だいたい10発ちょい撃てば倒せる計算ですね。そう考えるとめちゃくちゃ強いです。ダメージ計算すると、タイムを一番左右するのは、攻撃チャンスの確保なんだってわかるね。スキルによるダメージ差ってそこまでないですからね。1回でも攻撃機会を作る方が重要です。あ、これはチャンス。壁に引っかかってくれた。いいですね。今回、調湿をよく当てられてます。これは、総中根よりタイム期待できるかもな。イベクエなしの環境だと、空ネエンカムかなり強いかもしれません。対ラーにおいては、ウカウカウと合ってるよな。砲術師が5スロだから、負軽いし。敏火力を押し付ける武器なので、心眼も有効活用できますね。なんか切れ味が黄色に落ちるのも、武器を使い切ってる感あって好きになってきた。瓶ダメージは切れ味関係ないですしね。あ、移動か。あとどんくらいかな。どうでしょうね。結構順調だと思いますが。さて、来たぜ。問題のエリア3だ。おなじみ、空中エリアとなっております。おい、もう最極かよ。あんなに疲れてたのにお前。図らずも、空中に邪魔されることはなくなりました。もうすっかり慣れちゃったけどさ、解除したらもうちょい弱体化してよくない？解除するのも大変なんだぜ。発売から10年経ったゲームに行ってもね。発売10年といえば、我々の動画投稿、もう少し早ければ間に合ってたよね。これも今更だけど、ちょっと失敗したな。発売時は9月だったので、ちょっと遅かったんですよね。まあ、仕方ないですよ。9月時点では動画制作なんて考えてなかったですし。YouTube の投稿は、思いついてすぐ始めた感じだったしな。来年の11周年はちゃんとお祝いできるようにしよう。あと約9ヶ月、頑張って続けていきましょうね。直近の課題としては、新ギルクへの確保だよな。探索の仕様、今もう勉強中だよ。年末年始は編集作業ができないので、そこでがっつりプレイしたいですね。ちなみに、今一番欲しいクエってあります。とりあえず、欲しいのはクシャルだね。あいつをブラミラでやってみたい。そういえば、このシリーズ、まだブラミラ持ったことないですね。ブラミラも、いい武器だからな。あれを発掘で超えるのは、骨が折れるよ。ブラミラを完全に超えるには、最高倍率が必須ですね。1584、津村竜の発掘でも、白まで落ちると、ブラミラに負けるしな。スロットが空いてれば、スキル差でいい勝負にはなると思うな。最初ミラブレイドの強化先を見たときは、数値高すぎてビビりましたよね。発売当時はアーティラートが最先端だったんで、ほぼ上位互換じゃん、みたいな。ああ、そうだったね。発売初期は、ログレギの強さが認知されてなかったよな。GX ハンターがなかったので、津村用装備の決定版もなかったですからね。まあ、まさか G 級ミラボレアスの配信まで数ヶ月かかるとは思いもしなかったが。G ミラの配信、発売半年後ですか。ちょっと解禁が遅すぎましたね。あれ、もう解除できた。なんか調湿の調子いいな。瓶もフルで当たったように見えました。ダメージ期待できますね、これ。これ、10針で9民狙えるんじゃね？体験に近いタイムだぞ、すごいな。やっぱ、クーネって火力すごいですね。システムの恩恵を受けまくっています。赤目武器ってあんま強い印象ないんだけど、こいつはガチだな。もっとヤバいやつがセカンドにいましたが。波及は半分設定ミスでしょ。セカンド G の弱体ぶりを見てみろよ。未だになぜ弓だけ流属性付きだったのか、よくわかりません。なんか波及って後の作品でもしれっと竜ついてるよな。
剣士は覚醒ですら竜つかないのに。スラークは一応滅竜瓶ですが、まあ、スラークの話はいいか。おい、スラーク過激派に怒られるぞ。そんな人いるんでしょうか。さすがにいるだろ。マルチでは数回も見た記憶がないが。マルチといえば思い出深い出来事があって、すごくフレンドリーな部屋主だったのに、スラーク使いが入った瞬間にキックしてて、恐怖した覚えがありますね。大剣、コン、チャーク以外の武器種ってだけで、見た瞬間に蹴る人いたもんね。あ、移動しました。これさすがに休眠したでしょう。マジでまだ10分張りじゃん。空ネエンカム、ガチだな。瓶回収完了と。あとは、顔面に調湿をぶち込むだけです。多分やりすぎだけど、残るとめんどいからね。最後の一発、景気よくお願いします。ドーンだよ。タイムは15分30秒でした。予想より早かったです。扱いの難しさに見合う武器だね。クーネのこと好きになったわ。よかったよかった。じゃあ、報酬見てみましょう。お、レア銃あんじゃん。紫があると、それだけでちょっとテンション上がります。居合のキリン銅もありますね。岩礁用に取っておきましょう。おりゃ。はい。属性耐性5か。もうちょっと熟成してから出てきてくれな。なんかぬか漬けみたいですね。ほい。というわけで、イベクエなし企画、チャーク編でございました。予想以上にクーネが強くて驚きました。長出たくさん打てて楽しかったです。リクエストいただいた方、ありがとうございます。タイラーのイベなし編は、一旦これで区切るけど、他にもリクエスト等をいただいたら、その都度採用したりしなかったりするよ。動画に流して耐えられるレベルになるかは、ものによりますしね。モンスターや武器種によって、大ブレンドに差が出るからね。では、今回はここで締めます。ほいじゃ、次の動画で。またね。